もし、在室されていますか？マスターさん。トネリコです。お時間よろしいですか？元気な即答、ありがとうございます。それでは。こんにちは。やっとバレンタインですね。雨の魔女トネリコ、真っ先にやってきました。では、まずはこちらを。もっと会話を弾ませてからお渡しするのが、礼節もロマンもあるとわかるのですが、あいにく、あれこれと前置きを述べられるほど器用ではないので、人付き合いの経験の浅い私ですが、どうか多めに見ていただければ。こちらこそ、大切そうに受け取ってもらえて光栄です。ああ、でも食べるのはもう少し後で。実はそれ、まだ完成していないんです。バレンタインは特別な祝いと聞いて、何日も前から準備していたのですが、最後の最後で足りないもの。いえ、ないと納得のいかないものに気がついたのです。そういったわけですので、失礼。はい、完成のための調味料としてあなたの心をひとしずくいただきました。自画自賛になってしまいますが、さすがは私を呼んでくれた自慢のマスターさん。大変素敵なお姿でドキドキします。私も腕が鳴るというものです。では、私はこの辺りで。まだ次の私が控えていますから。あ、でも忘れないうちに一つ別件でお礼の言葉を。最新の巫女が困っていた時、彼女を呼びに行ってくれたことに感謝を。あれがなければ立場を重んじる女王が出向くことはありませんでした。本当、長生きしても人付き合いは苦手なんだから。どんなに力をつけてもそこだけは変わりませんね。ごめんください。トネリコです。お邪魔してよろしいですか？マスター。元気はつらつな返答、頼もしい限りです。では私も遠慮なく。こんにちは。もうじきお昼ということで、食料物資の配達にやってきました。もちろん今日限定の特別な物資です。まあ、言わなくてもわかると思いますけど。どうぞ。1メートル四方の板チョコを手頃な大きさに切り出した贅沢チョコです。まあ、はい。マブに負けた気がしないでもありませんが、反人類史ではその形が定番と聞きましたから。それにしてもバレンタインはいいものですね。カルデア中に明るい空気が流れています。生きていく上で隣人への感謝は常あるものですが、だからこそ価値を落としやすい。聞き慣れたありがとうを当たり前のものと思わないように、1年に一度気持ちを形あるものとして送って伝える、大変素晴らしい行事だと思います。武骨で戦闘しか取り柄のない私でも伝えられる親愛なる君へですね。あ、いえ、個人的な感想より先にするべき説明がありました。他の私から聞いているとは思いますが、バレンタインチョコは完成していません。というわけで、自称のブレがあっても2枚あれば問題なしと。
これで必要な素材は集まりました。今のは何という顔ですね。表面上の霊気情報を写生したのです。悪用はしませんのでご安心を。これをもとに最終調整に入ります。それでは私はこれで。あっさりめで恐縮ですが、直接チョコレートを渡せてよかった。何分今日は救世主ではないので、自分のためだけに行動していいのです。そう。あなたと私しかいないんだし、それくらいはね。世界を救う先輩として頼ってほしいと見栄を張った私に、あなたは怒るような、拗ねるような顔で言いました。最終的には救えなかったじゃんって。ほんとそう。バカみたい。私自身、救世主としてしか自分には価値はないと思っていた。救世主として扱われたことだけをアイデンティティにしちゃってた。それを本気で怒るんだもん。救えなかったことを重荷に思うことはない。時には失敗しちゃったって笑い飛ばしていいことなんだって。まあ終始笑ってたらそれはそれで問題あるけど、まだ救う気概があるなら笑顔でいないとね。誰かを助けたいと思うときは悲しみではなく喜びで、哀れみで手を差し伸べるのではなく、互いの未来のために手を取り合う。それは特別な救世ではなく、誰にでもできる平和の形。それを思い出させてくれてありがとう。あなたは世界を救えないけど、最後はきっと目の前の誰かを救うでしょう。失礼いたします。時間になりましたのでお迎えに上がりました。準備はできていますか？できていますね。結構でございます。まだ眠っているようなら襟元をつまんで持ち運ぶのもやぶさかではありませんでしたが、万事身支度を整えてお待ちになっているお姿、大変愛らしい方。では参りましょう。時間厳守と仰せつかっておりますので。陛下、お嬢様をお連れしました。私はこれで失礼いたします。ご苦労でしたバーゲスト。さて、バレンタイン限定で復刻させたブリスティンにようこそ。何か質問あるいは疑問はありますか？その感想は予想していませんでした。欲張りなのですね、あなたは。そういうことならゆっくり時間を使えます。南国の楽園を存分に楽しむといいでしょう。というより、いつまでぼんやりと立っているのです。そちらのソファーに座るように。テーブルに飲み物と果物かごがあるでしょう。お互いチョコレートばかりでは胸焼けするというもの。このために取り寄せた高級マスカットです。遠慮はせず積極的にどうぞ。何か。ああ、マスカットの色に驚いたのですね。透き通るような緑色のものが好みですが、今回は趣向を変えてこちらにしてみました。紅玉のように赤いマスカットというのは妖精国にはありませんでした。この品種は
一口で食べるには大きすぎるので、魔術で一口サイズに縮めてありますが、濃厚でありながらみずみずしい甘さと、一瞬で精神を解放する芳醇な香りはそのままです。他に説明は必要ですか？不要ですね。では。次は私の番ですよ。なるほど。これは癖になる味ですね。一つや二つでは足りません。何を恥ずかしがっているのです。口を開けて、我が妻。このように触れ合うのがバレンタインのはず。もっともっと近くに。さあ。堪能しましたか？次はあなたの番です、マスター。はい。2回目ですので、より優しくしてください。堪能しました。夏のリベンジは果たしたと言っていいでしょう。もっとも、今回の主役はバレンタインです。送るべきものは用意してあります。受け取りなさい。これが私たちからのあなたへの返礼です。ハワトリアでのあなたの活躍をモチーフにしたものです。完成のためにはあなたの霊気情報が必要でしたので、2回に分けて会いに行くことになりましたが、気負うことなく応答してもらえたことで、どちらの私も伝えたいことを伝えられたようです。さすがは我が妻、大変花丸です。でも一つだけ忠告を。チョコレートを食べるときは気をつけて。雨の魔女も旧姓の妖精も、おとなしい顔をして、本質は私です。人間を惑わせることに躊躇はありません。いたずらも誘惑も、連母も情愛も同じこと。なので、食べたら虜になってしまうかも。だって私、魔女ですもの。